チャンネルを始めて1年少し、具体的にちゃんとしたアデレードの紹介っていうか、こういう街だよっていうのをしてなかったなと思って。はい、皆さんこんにちは。マミリーランドのマミです。本日は何をお話しするかと言いますと、実は南オーストラリア州アデレードについて少しお話ししていきたいと思います。チャンネルを始めて1年少し、実はちゃんとこのアデレードについてのお話ししてないなと思って、なんせ私はこの愛してやまないアデレードなんですね。私にとっては愛してやまないアデレードなんですね。で、もう何回も動画の中で私このアデレードが好きで、アデレードのこんなことが好きでっていうのはそのちょいちょい言ってきてて、でもずっとねチャンネルを見てくださってる方は知ってると思うんです。私がどれだけアデレードを好きかっていうのを。だけどじゃあ具体的にちゃんとしたアデレードの紹介っていうか、こういう街だよっていうのをしてなかったなと思って。で、そのチャンネル自体も始めた理由はアラフィフで日本人女子が永住権を得て犬たちと暮らしてるリアルライフっていうのがあるんですけれども、作った理由の一つとしては、このアデレードをもっと世に広めたいなって思ったのも理由の一つなので、アデレードってやっぱりね、他の主要都市と比べて知らない人も本当に多いし、だけど本当に住んでみたら素敵な街なんですよ。だからもっと広めたいなっていうのがあって、このチャンネルを、始めたことが理由なのでね、少しここで一度おさらいとして南オーストラリア州のアデレードっていうのを少し皆さんにご紹介していきたいと思います。はい。で、まずはね、オーストラリアについて。オーストラリアはもうほとんど皆さんが知ってるように8つの区域に分かれています。私もここだけちょっとカンペを見させてください。まずはシドニーがあるニューサウスウェールズ州。で、メルボルンがあるビクトリア州。そして、ブリスベンとかケアンズがあるクイーンズランド州。で、パースがある西オーストラリア州。そして、アデレードがあるここ南オーストラリア州。そしてあとタスマニアですね。タスマニア州があって、そして、ダーウィンがあるノーザンテリトリー州。これはね、準州になるらしいんですけれども、そして最後がアデレードの首都があるキャンベラ。で、そこは ACT って言うんですけれども、首都特別区って言うんですね。で、この8つの区域に分かれているのがオーストラリアです。で、そしてアデレードはこの主要都市の中でも、実はね、5番目に大きい都市なんですね。で、一番大きいのがシドニー、で、メルボルン、ブリスベン。3位がブリスベン。で、4位が、パース。で、5番目にアデレード。だから言ってもね、5番目に大きい都市なはずなのに、なぜかあんまり知られてないっていう、スルーされがち。なんでなのかなって思うんですけど、知名度なんですかね。本当知名度が低いんだけれども、それなりにいろいろ有名どころがねあるので、そういうのも含めて紹介していきたいなと思います。で、私がねお伝えしている情報は全部Google で調べれば皆さん出てくることなんですけれども、全然マミリーランド調べとかではないんですけれども、ここでねアデレードの魅力を私は発信していきたいなと思ってます。で、Google によると、アデレードの人口は130万人から140万人くらいだそうです。2025年調べで。で、5番目に大きい都市。なので、それなりの都市なんですよね。で、なんといっても、前も、ワイナリーツアーね、母が来た時に、一緒に行った時にも言いましたけど、アデレードは、南オーストラリアはですね、アデレードではなくって、南オーストラリアはなんと、オーストラリア産のワインの 50% ほどを占めてるって言われるぐらいワインの名産地なんですよ。本当にワインが有名なんです。なので、どうしてそんなにあまり世界にもだし、日本人の方にね、知られてないのかなって、実際10年前、11年前、私はアデレードに来るまでアデレードなんていう名前は一切も聞いたことがないです。人生で一度も聞いたことがなかったので、
そうなんですけれども、実際自分が着てみて、こんなにいろいろ世界に発信できるものがあるのに、と思っている次第です。なので、ワインがね、名産地なんですよ。で、ワイナリーも主要のワイナリーがいくつかあって、一番有名な、もう世界で有名なのがバロッサバレーですね。これは多分、ワイン飲む方とかだったら聞いたことあるかもしれないんですけれども、バロッサバレーが一番。で、私が住んでいるアデレードヒルズっていうところも、めちゃくちゃワインがあります。で、マクラレンベールっていうところもあって、そこは前、私が住んでた今賃貸にね、出してる私の家がある、近くにあるんですけれども、マクラレンベールも、有名。そして、クリアバレーっていうところもね、有名ですね。クリアバレーはバロッサバレーの少し、まだ先に行ったところなんですけれども、バロッサから全然ね、車で一緒に、行けるようなぐらいの距離にあって、そこも有名ですね。で、あともう一つ少し離れてるんですけれども、マウントギャンビアっていうところ、ちょっと離れたところにあるんですけれども、その途中にある、クナワラっていうところも、ワインがすごく有名です。私も1回、2回ほど立ち寄ったことあるんですけれども、素敵なところですね。田舎町の。で、そこもワインで有名なので、一応5つ、5大有名ワイナリーね、名産地があるっていう感じになっています。アデレード、その南オーストラリアのワインで一番有名なのはやっぱシラズっていう赤ワインなんですけれども、で、最近ハマっているのがスパークリングのシラズなんですけれども、もうそれがね、本当に美味しいんですよ。それだと次の日ね、頭痛来ないんですよ。で、多分スパークリングの赤っていうのが多分珍しいと思うんですよね。もし皆さん日本でワイン飲む方で、ありますよね。輸入してるワインとかをよく取り扱ってるお店とかで。で、そこで、南オーストラリア産で、スパークリングの赤があったら、ぜひ試していただきたいなと思います。そしてぜひ感想を聞かせてください。もし飲んだ方がいたらね、本当に美味しいので。で、あとこれも何度かお伝えしてますけれども、なんせイベントとか芸術とか文化の都市とも言われていて、本当にアートフェスティバルも多いし、なぜイベントフェスティバル、そういうのがね、もう本当に多いです。小さいものから大きいものまで。大きいものは、夏だったら以前ご紹介したアデレードフリンジっていうのが毎年2月から3月にかけて1ヶ月ほど、もう本当に世界中の、方たちがね、集まって、いろんなショーをね、見せてくれたり、本当に世界中から来てるんですよ。で、世界で2番目に大きいフリンジショーなので。そうして冬は、これも、前にお伝えしたイルミネートアデレードっていうその光のショーですね。で、こういうイベントが絶対に、ありますし、例えば、私今回行けなかったんですけれども、ちょうど引っ越しと被って行けなかったんですけれども、例えば冬って赤ワインなんですよね。夏は白ワインが割とみんな好きで、やっぱりさっぱりしてるので。で、冬はやっぱり赤ワインって温まるので、赤ワインがね、みんな主流で飲むんですけれども、このアデレードヒルズっていうこの私が住んでいるここの地域で、先日、ウィンターレッドっていうイベントが、もうアデレード中のワイナリーでこぞって同じ週末に土曜日と日曜日とかけて、そういうイベントが開催されました。みんなで赤を飲もう、今年の赤を飲もうみたいな感じで、ウィンターレッドっていうイベントが、もうこぞって開催されてました。もう私インスタグラムとかで、自分の好きなワイナリーとか、今後行きたいなって思ってるワイナリーをフォローしてるんですけども、まあ出てくるっていう感じで、もう本当にいろんなワイナリーでいろんな違う思考をされてて、だからもうどこのワイナリーに行こうって思うぐらい、すごいイベントがね、大イベントが開催されてました。で、一番最近で面白かったのが、冬至ってあるじゃないですか。一年で一番、日が短い日。デイタイムがね、短い日、冬至。で、冬至を祝おうっていうイベントもあったんですよ。それも、もうこのアデレードヒルズのワイナリーがこぞってみんな同じ日に繰り広げられていて、冬至を祝うっていう、だからもう何でも
祝いたいんですね。何せイベントに結びつける。そしてもう楽しもうみたいな感じの、そういうのが本当に多くって、私はね、好きです。もちろん全部が全部いけないし、もちろん、有料イベントなのでね、ほとんど。で、予約していかなきゃいけないし、それを全部行ってたらね、大変なんですけれども、ちょっと自分が行きたいなと思ってるものとか、たまにこういういいなって思って、例えば私、チーズフェスティバルも前行ったし、それも動画で上げたことあるし、今年もね、チーズフェスティバル来るんですけれども、ちょっと今年はちょっと行くかわからないですけど、そういうなんせね、フェスティバルが多いんですよ。だからそういう、楽しいことが好きな、方とかだったら絶対楽しめる街だと思うんですよね。それが私はアデレードのいいところ。で、そうですね、最近っていうかもう、ジンフェスティバルも毎年あるし、まだ行ったことないんですけど、ウイスキーフェスティバルもこの間見つけたし、すごいです。なんせイベントが多いっていうのがもう私のアデレードの売りの一つでもあります。ワインの次ぐらいに。ワインの名産地、そしてイベントフェスティバルが多い。これはね、二大推ししてもいいかなと思ってるぐらい、いいところです。で、あとは、前にも言いましたけれども、アデレードの街自体が5番の目のようになっていて、とても歩きやすいし、そのシティ自体が本当にこじんまり収まってて、シドニーとかメルボルンとかシティで散策しようと思ったら多分相当な時間がかかると思うんですよ。私もシドニーも一度だけ行ったことあるし、メルボルンも2、3回行ったことあるんですけれども、やっぱり大変ですよね。で、歩ける距離じゃない。でもアデレードは歩こうと思ったら歩けるし、なんせもうシティの中にも緑が多い、植物園もど真ん中にあるし、ふっと歩いてて、芝生が本当に出てくるんですよ。で、そこにちょっと座るだけでも気持ちがいいし、なぜね、街中でも本当に緑が多くって、本当にそれが私も好きですね。で、あと、前も言いましたけど、その建物自体が近代的なものと、その昔ながらの建物が本当に入り混じってて、本当にね、素敵な風景になっていると私は思います。なので、ぜひね、一度来ていただきたいなと思うし、そのアデレードの、駅の、ステーションもね、すごく綺麗なんですよ。なんていうかな、レトロで。メルボルンの、駅のね、ステーションもね、すごい有名なんですけれども、アデレードも、私はすごく風情があっていいと思います。なんで、それがね、やっぱり私がアデレードの好きなところで、もう一つは、その小さい、コンパクトなんですよね。なので、例えば、ちょっとシティから離れて住んでても、例えば前の私の家とかでも、シティからは外れてるんですね。どっちかって言ったら、海沿いの割と田舎の方に住んでたんですけれども、言ってもこじんまりした街なので、そこからで私の家からでも、前の家からでも車で40分、40分で全然シティに行けるし、今私たちが住んでるこのど田舎の家からでもシティに行こうと思ったら40分で行けます。なので、すべてがね、近いですね。だから海に行こうと思っても、今の私のこの田舎の家からだったら、海だったら1時間ぐらいかかるかもしれないけど、それでも1時間でね、海に行けるんですね。で、街に行こうと思っても3、40分で行ける。で、ワイナリーはもうそこら辺にある。で、じゃあハイキングに行こうと思ったらもうこんだけの山なのでね、今。ハイキングはもうどこに住んでても、どこでも行きます。もうハイキングし放題。もうなんせ、そのウォーキングトレイルって本当に自然の中で歩くところがもういっぱいあるので、もう本当に歩くのは困らない。ちょっと散歩行くのも困らない。犬の散歩も困らない。本当に自然が豊かな街が私はアデレードだと思っています。近代的な街なんだけど、まだ自然も残っててっていう、本当にちょうどいいバランスじゃないかなって私は思ってるんですね。なので、ぜひ皆さんね、アデレード今後もね、注目していただきたいなと思っています。
そして、最後、気候なんですけれども、湿気が少ないんですね。湿気が少ないから、例えば夏、皆さん、ひょっとしたらハワイ行ってる人いっぱいいるかもしれないのでね、ハワイで例えると本当にそんな感じです。ハワイって本当に湿気が少ないから、日を浴びてるとめちゃくちゃ暑いけど、いざ影に行くと涼しいじゃないですか。そんな感じです、本当に。だからアデレードも夏40度とか超えてね、暑いんですよ。でも、カンカン照りの40度超える日はもう危険レベルに暑いので、外には出ないんですけどもね、基本的に皆さん。で、家の中にいるんですけれども、一旦日陰に入ると、割とね、涼しいんですよ。で、汗をかくんですよ、もちろん。日向にいたらね、汗をかいて、じんわり汗もかくんだけど、それこそもう一旦日陰に行くと、もう汗も引いて、さっぱりしてるんですよ。日本の夏のように、日陰に行っても、ベトベト感が残るっていうのがないんですね。だから私はそれがすっごい好きで、私トロピカルな気候があんまりね、好きじゃないんですよね。だから、いつもね、日本帰るときシンガポール寄って帰るんですけど、シンガポール、この間前回帰った時も本当に息ができないと思うぐらい湿気と熱風とっていうので、本当はね、好きじゃないんですね。で、私、実はめちゃくちゃ癖毛で、なんで、湿気で、くちゃくちゃになるのが、それもあって嫌いなんですけど、だからここは湿気がないので、めちゃくちゃ過ごしやすいです。はい。そしてね、マミリーランドでは、いいことだけじゃなくって、悪いことっていうか、ネガティブなね、ところも全部シェアしていきたいと思っているので、私がアデレードで、ちょっとこれはって思うところも、ご紹介していきたいと思います。まず一つ目。何回も言ってますけれども、はい。夏の気候、春、夏、秋の気候は、好きです。だけど、冬は、やっぱり、あまり好きになれない。寒いんですよ。寒くって、雨、風、もうね、嵐。5分前もね、木が倒れてる動画も出しましたけれども、今年は2回ね、木が、倒れておりました。そんなのがあったり、もう本当にね、気温も低いし、雨風がすごいし、なかなか外でのアクティビティができなかったりするんですけれども、言っても3ヶ月の話なのでね、そこまで、苦にはならないですけれども、できるだけ冬はない方がいいなって思うぐらいの感じです。で、今私がね、引っ越して住んでるところも本当に田舎なので、ここはもう暖炉がないとやっていけません。で、それぐらい寒くなります。で、雨が本当に多いのと、逆に言ったら夏は雨が降らなさすぎて乾燥するので、それも、ちょっと気をつけなきゃいけないところですね。なんせ乾燥してるけど、それが分かりにくいので、脱水症状にすごくなりやすいから、本当にそれは前回も母たちが来た時に、もう本当水分補給をまめにしてねっていうのを重々言ってました。気がつかないんですよね、脱水になっていってるのに。で、ある日突然すっごい頭が痛くなってっていうことが私も何回もあったので、めちゃくちゃ夏は乾燥。で、冬は雨。で、そういうすごい温度差があるっていうのが、ちょっと体調を崩しやすかったりもするんですけれども、本当に言えば、冬は雨が多い。そういう天気の変動があるっていうのが、ちょっと一つ、ネガティブな面。で、もう一つ。やっぱり小さい都市だし、有名じゃないし、知られてないし、アジアン雑貨がね、やっぱりちょっと少ないですね。アジア人としてはちょっとそれが難点。あるんですよ。あるんですよ。アジア雑貨のお店。いっぱいあるんですよ。シティの近くとか行ったら。でもやっぱりこっちのちょっと離れるとね、ガンと減りますね。だからそれは、アジア雑貨買いに行くためにシティまで出なきゃいけないっていうこともあったりします。だけどそれはそこまで問題じゃない。だけど、今、アデレードにはダイソーはもうだいぶ前から来てます。で、ユニクロが数年前やってきました。で、ユニクロは、どんどん店舗も増やしていっている。ただ、私の
切実な願いが一つあります。無印来て、もう本当に無印来てほしい。無印ね、シドニーにもあるし、メルボルンにもあるし、無印本当に来てほしい。お願いします。もしここで誰か無印の方が見てたら、ぜひアデレードに店舗作ってください。本当にお願いします。これは切実なる訴えになります。いや、本当にね、やっぱりそういうとこは大都市いいなと思うんですよね。アジア雑貨が揃う。日本食の多分、バラエティも豊富だと思います。アデレードでは手に入らないものがシドニーやメルボルンでは絶対手に入ると思うから、それはちょっといいなって思うし、ネガティブな面として私は挙げさせていただきます。はい。ということで、最後3つ目のネガティブなこと。日本への直行便がございません。これね、そんな日本に帰るったって1年に1回、2年に1回ぐらいでしょって思われるかもしれないんですけど、不便なんですよ。パースからも東京に直行便がある。ブリスベンからもある。ケアンズからもある。もちろんシドニーからもある。もちろんメルボルンからもある。アデレードね、さっきも言いましたね、5番目の都市なんですよ。5番目に大きい都市。なぜないの？お願いします。分かってる。ケアンズは日本人が大好き。日本人観光客がよく来る。重々承知しております。で、日本からも近い、一番近い、分かっております。でも、アデレードだって日本人結構増えてきたし、私の同僚結構日本行ってますよ。直行便。絶対いると思います。1週間に1本でいいです。で、私も嬉しいけど、私が一番直行便が来てほしい理由は、母がね、一人でも来れるからですね。やっぱり母一人で来るってなると、乗り換えがね、難しいんですよね。乗り換えて絶対もう英語圏内になっちゃうじゃないですか。で、例えば日本で、日本から東京、で、東京からシドニーとかオーストラリアに直行で来れたとしても、今度はシドニーで乗り換えが母はできないんですよ。で、特にシドニーは、国内線と国外線の乗り換えが大変めんどくさいんですね。一旦空港の外に出なきゃいけないバスで、乗り換えのバスに乗って、もう、ある意味違う空港なんですよね。それをしなきゃいけないから、そんなん絶対できない。で、前々回ですね、母が来た時に、母が日本から来た時は私が日本に帰ってたので一緒に帰ってきたんですね。で、今度母がオーストラリアから日本に帰る時は、私がアデレードからシドニーまで一緒に飛んで、シドニーで乗り換え全部手伝って、インターナショナルの乗り口まで行って、チェックインも全部して荷物も預け入れして、もうここから先はインターナショナルだよっていうところまでお見送りして、母が無事に、ゲートまで行けたことを確認して、私はその足でトンボ返りしてシドニーからアデレードに戻ってきたんですよ。そういうことをしないともうね、母はね、来れないです。だから本当にこれを見てるどなたか航空会社の方、切実なる訴えです。直行便をアデレードから1週間に1本でもいいから、もう東京でもいいので作ってください。よろしくお願いします。本当に。で、これね、全然、関係ない話なんですけど、オーストラリア人があったかいなって思った話なんですけど、その母がシドニーから帰るとね、バイバイして、で、インターナショナルのゲートをね、最後バイバイして見えなくなって、でもそこからまださらに手荷物検査とかいろいろ突破しなきゃいけないし、で自分でゲートを見つけなきゃいけないから、紙にね、私書いて自分の電話番号を書いて、で、英語で、もし私の母、この人は私の母ですと。で、もしなんか困ってるようだったら、この番号に電話してください。私インターナショナルのね、出口のそばで、待機してますからって書いて渡したんですよ。もし困ったらこれ見せなさい、誰かにって言って。そしたら、かかってきたんですよ。全然知らない番号から。なんか問題があったんや、と思ったら、そこにね、いた人が電話かけてきてくれて、
お母さん無事にゲートついてますよ。だから安心してくださいって言って電話をね、かけてきてくれたんですよ。多分ね、母がね、頼んだみたい。そういうことができるんですよね。そういうなんか度胸はあって、なんか娘に電話してって言ったみたいで、私は大丈夫っていうのを伝えてほしいみたいなことを多分ジェスチャーかなんかで言ったみたいで、だからそれはね、ほっこりあったかいちょっとストーリー。これは全然別の話なんですけど、そういうくらい、大変なんですよ。本当に母ぐらいのね、年齢の人が一人でやっぱ海外に来ようと思ったら大変なので、アデレード、はい、5番目に大きい都市です。ぜひ、私はね、直行便ができたらいいなって本当に思っています。だから直行便がね、ないのが少しネガティブなところですけれども、強いてあげるなら本当に嫌なところというか、私がね、ネガティブだなと思ってるってそれぐらいかなと思います。なので基本的にはね、本当に住みやすいアデレード。こんな街もあるよって私は地道にね、これからも紹介していこうと思います。なのでもっとね、アデレードが世界に広がったらいいな、日本のみんなに広がったらいいなっていう夢はね、でっかく、これからも私は続けていきたいと思っていますので、もしアデレードいいなとか、オーストラリア生活いいな、こんな田舎生活今してるのいいなとかってちょっと思ってくれたりとかしたら、またポチッと登録してもらえたらめっちゃ喜びます。ということで、今回はね、少しアデレード、私が住んでいる街、アデレード、南オーストラリア州の紹介をしていきました。それでは、今回はこの辺で。バイバイ。